あこんばんは。皆さん大変お待たせしました。申し訳ない。いろんなことがありすぎて遅れました。すいません。テンポ悪い？今は多分大丈夫だと思うんだけどな。うん。大丈夫ですか？はい。お久しぶりです。文体以来か。ね。あいつ以来ですが、皆さんお元気ですか？ちょっと、なんだ。ぴったり1週間だったんで今日。いつやろうかと思ってたんですけど、さすがに今日はちょっとぴったり1週間だったのもあって、はい、配信をしました。鼻声、そうなんですよ。終わった次の日、だから14日にもうすぐ体調を壊してしまってですね。はい、未だにずっとこう風邪をちょっとひいちゃってます。全然元気なんですけど、ただ本当に終わって熱出ちゃって、多分ギリギリまで体が多分耐えてくれてて何よりもありがたかった。本当にこれがもし一日でもずれてたらと思うと危なかったですね。ギリギリなんとか乗り越えました。まあで今はちょっとこの鼻声なんですけど、はい、すいません。ちょっと遅れた理由としてはですね、信じられないと思うんだけど、ごめんなさいね、咳してたりするけどなんか本当大丈夫だから心配しないでください。あの車乗ってて、したらなんかバンパーっつったらいいの、前の方だから、車運転したらこう前の方に車体にカマキリがいてカマキリがトコ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 と歩いてて、でまあその運転してるからまあね速度もあるからさ、このカマキリもこう頑張ってこうねその場をこうなんていうの、その飛ばされないようにこうすごい頑張ってくれてて、でもうかわいそうだからさすがに車止めて、で車でもめっちゃおもろかった。車止めて、でよしどうしようかなみたいな。でもそのなんか前ちらっとそのカマキリも何でも触っていいもんじゃないみたいなことをなんか聞いた記憶があったから、その触っちゃいけないカマキリみたいなのも調べたりしてて、でもまあ多分絶対この子は触っていいカマキリなんだろうなみたいな。でこうやって見てってやってたら、カマキリがもう僕の顔ガン見してて、もうそのなんかもうマジでこうガン見してて僕の顔を。でよしお前のこと助けてやろうと思って車止めて、でまあ僕虫そんな触れないんですけど、ただまあその虫苦手だしあれなんですけど、とはいえなんか生かしてあげたいんですね僕って。絶対的になんかその絶対に触れないんだけど、でもまあカマキリは触ったことあったし、だからまあその頑張ろうと思って、で車止めて出たんです。どこかなと思っていなくなってんの。だから最初マジでリアルに幻覚見たんかなみたいな思って、いやでも絶対にいたし、でも本当にこう今行くからなってドア開けてのこの本当5秒あるかないかの間にどこ行ったってなって、そのマジどこ行ったってなるじゃん。だってさずっといたんだよ運転してる間も、止まって車止めてから調べてる間もそのカマキリのことを。なのにいざ助けようと思って出たらいなくなってて、でってなって、でもさすがになんかこれでもし仮にだけどその車の下とかにいたらまあ踏み潰しちゃうことになるじゃん。だからそれはすごいかわいそうだなと思ってできるだけずっと探してたんです。あと車他の場所飛んで、それこそでもなんかカマキリって飛ぶのかなと思って、
なんか早足なのかなみたいな。いやでも絶対さっきの遅い感じだったらそんなことありえないしなみたいな。どうなんだろうってずっと一人で考えてて、なんかその誰にも頼ることできないからさ、一人で考えて一人で悩んですごい悩んだんですよ。いや今このまま行くべきなのか、それともやっぱ探すべきなのかで、やっぱその絶対にいないんですよ、どこ探しても。だからこれは本当にお前が逃げ切ったって思おうと思って、今逃げ切って今頃僕がその連れて行きたかったなんか草むらのところにいるって信じてます。なんでまあ元気であることを願ってるって感じです。なんでその遅れた理由としてはカマキリとちょっといろいろあったからって感じです。すいません。はい、ごめんなさいね。ちょっとさすがに見逃すことが。でもね、なんかしかも可愛かったんよ。なんかもうすんごいさ、速度ある車にこう頑張ってこう踏ん張ってて、なんかこうでもちょっと前の方行ってみたりとか、顔こうなんかずっと動かしてて、でやっと車止めたってなった時にパッて僕の顔見て、やっぱ助けてほしいんかな。したら逃げられたね。なんか捕まえようと思ったら逃げられてしまいました。悲しいっすね。普通にせっかく助けてあげようと思ったのに。ってことで遅れましたすいません。コンセントはどこですか？いいや。はいって感じで、皆さんそうですね。あと先にちょっとお話ししておくと、先日王様のブランチでですね、ワチャ止まった？びっくりした。王様のブランチの方でですね、ディズニーロケに行ってまいりました。なんで来週放送とのことなので、皆さん楽しみにしててください。ついにりんたろーと行ってまいりました。めっちゃめっちゃ楽しかったです。すごい、本当にすごいです。ちょっと皆さんぜひ見てください。ベスティね。そうだから夜のブランチのロケ以来ですね。でもとはいえ時も2人だったし、今回もレトリン太郎で出させていただいて、すごい楽しかったです。最高でした。コスプレドクターファシリエ楽しみに待っててください。楽しみにしててください。来週でですね、さらっと振り返ろうじゃないかと思いまして、何から話そうかってことなんですよね。でもなんかどうしてほしい？逆にどうしてほしい？僕は個人的にすでに僕が今見つけたものだけは集めた感じなんですけど、僕が Vlog 撮ってって言って実際 Vlog を撮ってくださってるのを僕は何個か今ピックアップはしてるんですよ。なんでそれを見てないんですよ。言った通りみんなと一緒にっていうか、この場で見たいと思ってたから。だからそう
見てないんですけどっていうのもあるし、最初からなるほどね、最初から一個ずつじゃあ話していこうか。いいよ、じゃあ最初から話すか。マイクのこと聞きたい。ね、いやそうだから、じゃあまずそれから先に話すと、あれ本当にもう僕それこそ投資リハとか、会場リハーサルとか、そういったリハーサルでも僕マイクを落としたこと一回もないんですね、多分一回もないんですよ。なんですけど初めてあの日ね、見た方は覚えてると思うんですけど、落としちゃってマイクをやっばってなって、でもとっさの判断で一旦これを音響さんに持っていかなきゃって思って、でちょうど僕が落としたそのなんていうの、こう右左とあったら僕が皆さんお客さんから見たら右ですね、右側で僕はマイクを落としたんですよ。で右側にそういったこう音響さんがいらっしゃったりという場所だったので、その場でもすぐにやばい、ここ回ってもすぐ私に行こうと思ってプワーって言って私に行ったら、もう音響さんが新しいマイクをもう持ってたんですよ。で僕が知る限り見えてなかった、見てらっしゃったんでしょうね、もちろんそれはね。でだからもうなんかその持ってったらもうその場ですぐチェンジみたいな感じだったのよ。だからすごかったです、あれはマジでびっくりしました。あれは本当にもう本当にいわゆるもう神対応ってやつですよね。本当に素晴らしかったです、あれは。本当に申し訳ない。でも一つ言っとくと、マイクは壊れてないで皆さん。なんかねあったのよ、コメントで「マイク罰金大丈夫?」みたいな。大丈夫ですよ、壊してないです。あれはちゃんとちょっとタイミング的に電源がオフになっちゃっただけでしっかり壊れてはないので、はい、ただ本当にもう音響さんの神対応です、あれは。あれ焦ったねマジで本当に。でしかもさ、あとが3サビのだから赤テープが飛ぶ前だったから、銀手が飛ぶ前だったからわかんない、赤テープが飛ぶ前だったから、もうここで自分がミスしたらもう全てがちょっと狂ってしまうというか、焦ったねあの時マジで。あれは本当に。ではせっかくなのでちょっと全部は聞けないですが音を流しながらやっていく。でもこれ本当はね、正直マジでリアル解説するんだったらここにチームノアもだけどY 君がいた方が本当の解説にはなるんだよね、正直。ってぐらいY 君が今回総合監督として全てをこうしっかりしてなんていうの、制作に携わってくれたので。解説っつっても解説やろうか、じゃあまずはこれさ、音こっちか、ちょっと待って、音爆音かもしれないけど。さあ、わからない問題。これか。来た。このイントロはちなみにもう多分今年の GMO が終わった直後ぐらいに多分作ったんですよ。で実は
実は今回のこのライブの1曲目は絶対にライツアップって決めてたんです、本当は。なんですけど、それってあくまでもそのなんとなくタイトルでもあるそのライツっていうなんとなくテーマとしてあったから、じゃあ1曲目はやっぱライツアップだよなって思って、でその上でこの SE を作ったので、アカペラが途中で入ってくるんだけど、そのアカペラはライツアップのアカペラなんですよ。だからイレインオーバーじゃないですね。だから多分最初SE よく聞いてて会場で、あ、これライツアップが1曲目かなってもし思う人もいたのかなとは思った。これ前や。でこうなんかドゥ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 みたいな声がいるんですけど、これもライツアップからの素材を使ってるんですよ。だ全部このライツアップにつなげるためにライツアップの素材を使ってるから、そうそうなのよ。っていうね。ただテーマを作り始めて、でその闇と光があって、で今まで5年間の中で自分が抱えていた闇をいざこの5年目にして皆さんにお見せする。ただその闇にもいろんな理由があったし、その闇の中でも僕がこの5年間をやってこれたのはファンの皆さんがいてくれたおかげだし、そのファンの皆さんが僕にとっては光という存在だから、ここにこの5年間ここまで来るためには皆さんの光がなきゃやってこれなかった。でいつだって暗闇の中にいても絶対的に光はあった。その光は皆さんでしたっていうメッセージを伝えたくって、最後の曲をライツアップにしたんですね。だから1曲目はじゃあ違うなってなって、もう少し自分のこうアグレッシブな部分だったりだとか感情的な部分を最初見せたい。でしかもやっぱ会場も大きい会場だったからやっぱインパクトが必要だったし、ってなればやっぱイレインオーバーかなってなって、でイレインオーバーするってなればなんか自分の中でメガダンサーが絶対にいてほしいなと思って、であとこの イントロ SE を作った時点でもなんかこう階段の上に自分がいて、その階段のこう脇からこうメガダンサーがブワーって出てきてみたいな、そのなんかもう音を作りながらイメージがもうできてたので、でその流れでイレインオーバーにつなげてみたいな。でイレインオーバー終わって何しようってなって、いやもうこれはこっからもっとぶち上げたいなってなってレッドゾーンにして、でもそのレッドゾーンのつながりのレッドゾーンにも SE をちょっと足したんですね、イントロで。間に今回レーザーが使えるってことだったからレーザーバーってやってみたいな。でメガダンサーがいるからメガダンサーがこうやって僕とチームノアが隠れてる間に隠されてるメガダンサーに隠されてる間に僕たちはこう衣装をパッて脱いで1個目のでパッて音とともにはけたら僕たちがスッて立つみたいなっていうのはもうイメージとして最初からあったから、それは6月か7月の
このライブのチームノアとの6月かのチームノアの打ち合わせの時に瀬戸りを初めてみんなに伝えた時にはもうそれをもう全部伝えて、ああなるほどみたいになって、でいざメガダンサーが決まりのその後のレッスンじゃないリハーサルでどんどん YOSHIKI さんがそこにまたこう肉付けしていっていただいて、最後のイレインオーバーのこうバーって僕が手を伸ばしてガンと落ちるっていうのも YOSHIKI さんのアイデアでしていただいて、まあ振りももちろん YOSHIKI さんの振りでっていう、だからこのなんか流れみたいなのも SE も全部 YOSHIKI さんにも多分5月か6月の時点ではもう伝えてたか、じゃあもっと前に伝えてたか、こんなことやりたいっすよねみたいなって感じですね。はい。掴み取る未来を、何があっても誰が来ても I don't care no more I gon' get it get it Hey somebody good as real された勘違い Yeah それとも悪いないタイヤは関心ないみたいな感じですね。そういやーマジで本当にでもね、ステージ上階段の上って僕が立ってるのが本当に立てる位置がまあまあそんな広くないんですよ。言ったら狭いんですよ。だしもう直で階段じゃん。それは当たり前か。だから奥行きがないからさ、もうすぐこう行けちゃう階段に。で横も結構危ないっちゃ危ないあれだったんですね。でリハの時とかはなんかいけるじゃんとか思いながらこうやって結構いろいろ動いたりとかしてたんですけど、本番ってなったらやっぱ自分のアドレナリンもあるからそれをちょっと抑えなきゃだし、あとフードかぶってるから視界もそんなにいいわけでもないしって中で意外とやばいこれ今自分フラフラしてるなみたいになって、やっぱ本番じゃないとわからない興奮じゃないけどさ、それでそうリハとかよりも全然ね本番の時は実は階段降りるまで動けてないっていう。だからなんか2サビかな2サビか1サビでなんかメガダンサーの列が僕の方を向いてこうバーってなってなんかドゥンドゥンドゥンみたいな時があるんですけど、その時僕なんか手こうバンバンバンとかやってるんですけど、あれも本当はちょっとめっちゃ怖くなりながらさ、怖いこれちょっと怖いなみたいなただ動きがそこでちっちゃくなるのだけは絶対に嫌だったから、足は動かずとも手だけでもちょっと動いてっていうのは本番中すごいそうやんなきゃってめっちゃ意識はしてたやりながら。でもただすごいやっぱ本番じゃないとこういうの分かんないんだなと思いましたね。コアチラかと思った。嬉しいね。でもメガダンサーもチームのめっちゃかっこいいねこの時ね。みたいな感じですね。で次がこのレッドゾーンで、いやもうねなんか衣装を決める時にもともと絶対にもう裸でジャケット着たいって言ってて、ただそれをタイミングをいつにするかみたいな。ただやっぱ黒衣装が絶対的に頭にあった方がかっこいいし、白で始まって黒になるより絶対黒で始まって白になった方がストーリー的にもいいからっていうので最初逆だったんだけど、やっぱ絶対黒が最初がいいってなって黒になって、でそう
腹筋でも本当に運が良かったって言ったらあれなんだけど、本当ね、そんなに別にめっちゃなんかもう毎日腹筋やってましたみたいなのがなくって、ただリハだったりとかの時に絶対にミンチームのはみんなで筋トレしてたって感じだったから、まあいろいろこう多分照明の影とかもあったりして、すごい写真僕も見たらなんかもうすげえバキバキやみたいな、そんなバキバキじゃないのにめっちゃバキバキじゃんみたいな、そう板チョコみたいだったそうそうそう。でまあこれがイントロですね、レッドゾーンの。これ結構好きっす。好きですね。もうできるだけ怖くっていうか、そのなんかその闇の中でこうなんか燃える部分みたいなものを表現したかったから、そうただ暗いだけっていうよりかは暗い中でこうなんかじわじわじわってなるなんかこうものを表現したくって、はい、でこことかも全部実は変えてて、プリのアレンジもともと変えてなかったんですけど、イントロこうなったらやっぱ中身もちょっと変えたいなってなって、で2番はメガが入ってくるから、じゃあメガが入ってきたらもっと壮大な感じにしないとなみたいなので、感じでしたね。そうだからこのアレンジも結構何バージョンか作り直しましたね。掛け声めっちゃ聞こえたよ、めっちゃ聞こえたよ。だからもう2曲目でなんていうの、そのほらいわゆるこう煽りじゃないけどさっていう時はやっぱレッドゾーンの時の方がもっとあったから、実際こうちょっと山にも外したりとかしてみんなの声聞こうと思って、みんなめっちゃもう結構2曲目からうわってなってたから、うわ超楽しいってなってました。はい、めっちゃ楽しいこれはって、これだってだってアウトロのさクペノのウェイゾーンの時とかもさすごかったもんね、なんかマジで最高だった。なんか熱かったもん、なんかマジであれは素晴らしかったですね。そうでしたって感じですね。
で Just Feel It があって、 Just Feel It はね変えたとこで言うと終わり方アウトローなくしちゃったんで、あと細かいけどね、なんかこういう音の処理とかもちょっと改めて変えたんですよね。こうあ、これ変えてねでアウトローをなくして、で次にラナウェイラブで、このラナウェイラブはもうどの時点か忘れたけども結構本当に初期の方で、だからその瀬取りを決めた時にはもうラナウェイラブは今回はその今までのやり方ではなく、個人的に僕がそのマイケルの The Way You Make Me Feel ってミュージックビデオがすごい好きで、その世界観だったり、この曲のジャンルがニュージャックスイングって言うんですけど、ニュージャックスイングの世界観をもっともっと出したいってあって、じゃあもうこれをしっかり2人のストーリーにした方がいいなと思って、で作りましたね。これはラナウェイラブはマジで大興奮だったそうで、これに関してはだから1サビとかもその僕となつきちゃんが踊ってるのは今までの振りなんですけど、後ろでそのみんながチームノアのみんなが踊ってるのは全然違う振りなんですよ。それも一つこうストーリー性じゃないけど、あとそのサビ限らずいろんな箇所で今までの振りとは全然違う振りを作ってて、でその振りを作ってるのは正吾瑞希で、そうだからすごい今回は本当に1曲ずつ全部そうやって、この曲は誰だよ、この曲は誰だよ、Don't Waste My Timeだったら大輝くんとか、ライツアップも大輝くんとか、でもその中でこう総合監督として Y 君がいて、でその箇所箇所で女の子もこういうスタイルどうですかとか、こういう風にやったらもっといいかもしれないですよとかっていう意見交換しながら変えたりとかっていう、なんか本当にみんなそれぞれ自分の分担作業じゃないけどそういうやり方をしましたね。だからナナウェイラブでいうとそういう全体的な絵というか振りは正吾瑞希がやってたりとかして、で僕となつきちゃんのとこは2人で考えながらやったりして、本当にみんなで意見を出し合いながら作りましたね。そうで、もともとブリッジ2サビ終わってブリッジが来てアレンジエグすぎてもはや新曲、もうほんとそうねこれは。でブリッジが終わって、でダンスブレイクみたいなのあったの覚えてます？ダンスブレイクみたいなのがあるんですね。でブレイクはもともとなかったんですよ。あれもただ本当にラナウェイラブが完成したってなって、で深夜練の時かなんかにチームノアがチームノアリミックスの部分を作ってる時かに、僕がこうラナウェイラブのアレンジしたのをこう音の処理してたりしてて、なんかこれなんかもっとできそうだなみたいな。でみんなに「いやみんなさ」みたいな、これ別に絶対的にやんなきゃいけないことでもないし、でもやった方がかっこいいとは思うし、でもその時にもう結構僕たちが作らなきゃいけないもののカロリーが結構あったんですよ。だからこれ以上なんか増やすことがみんなへの負担になっちゃうから、どうしようかなって悩んでて、でみんなに「ごめんちょっと本当にこれはもう今もう本当せっかくラナウェイラブやっと終わったってなったんだけど、どうしようかなみたいな、こういうのこういう、音がなかったんでこういう風な感じでさみたいな、でこのタイミングで影になってみたいなでやったらどうかなみたいな言ったら、でも結構別にカロリーはあるっちゃあるんよねみたいな、したらやりましょうみたいな、絶対やった方がそれはかっこいいですよみたいな言ってくれて、おしじゃあちょっと一旦今ちょっと30分ぐらい作るわっつって30分で一旦仮の作って、でみんなに聞かせて、でしたらこれめっちゃ絶対やった方がいいですってなったから、僕ももう結構作っ
その場でバーって作ったりしてみたいな。結構あそこのパートはお気に入りです。振りも 2,3 回ぐらい作り直したりとかもしてて、感じです。多分ねこの曲が一番なんか曲もそうだし振りもまあ構成も一番なんかアレンジし直した曲なんじゃないかなと思いますね。うん、めっちゃいい。おわー嬉しい。ゴン茶は飲んでない。こちら左右でございます。そうって感じでした。で次がDon't Waste My Timeですね。これDon't Waste My Timeはそのもともとなんかそれこそノアちゃんとかすっごい好きでめっちゃ踊ってくれてたりもしてて、なんか今回Don't Waste My Timeいつもと同じようにするのはなんか嫌だなと思ってしたらこれチームのはペアぶりにしたら面白いなと思ってで一人をみんなに教える時にはもうそう決まってたからみんなにちょっとこれはみんなのペアぶりとしてであとサビの部分がすごいペアぶりにしたら絶対いいなと思ったからペアぶりでお願いしますっつってそうでやってでもただこの曲に関してはまあその今もうすでにさまあもうすでに今この1234のセトリだけでも全部アレンジしてんのよ。だからさなんかそれこそこのコンサート準備するにあたってそのオリジナルも好きなんだよなみたいなコメントがあったのね。でまあその気持ちもわかるなと思いつつ自分自身もこうアーティストさんのライブ行ったりとかしてなんか全部アレンジされてたらなんかちょっとなあみたいにはなるなとは自分も思うっちゃ思う。ただその僕はそう思うがやっぱ自分で曲をトラック作るからこそその2年前に作った時はこの範囲でしか作れなかったのが今の自分はやっぱこの範囲で作れるからもっといいものができるって思ってそのもっと良くなったものをお届けしたいっていうのでアレンジしちゃうんですね。したくなっちゃう。だからだからそんなのもあってなんかうまくなんかできないかなと思った時にその女の子が入ってくるタイミングからオリジナルの音源とミックスさせちゃえばいいんじゃないと思ってドア玉のハーフはホールツアーと同じ新しいアレンジバージョンなんだけどその後半はオリジナルの音源と混ぜてるんですよ。そうこれもすごいお気に入りです。
messages, I know what you wanna do. Yeah, don't not to the demo, accepting a challenge, but you better know the tough one. Turn down normal, gram likes doesn't bait you as a queen. Focus on me, just let them see a fantasy. What's taking so long to come over? Ooh, baby, it's obvious now. Don't waste my time. She don't like for me, what's your name? Let me now. Don't waste my time. Baby, come right here, you make me do. そうでもブリッジはアレンジバージョンに戻るの新しいやつ。素直になりな、こう離れる前に girl. They say life is too short for us, baby. I got what you need for the rest of life. Yes or no before real, before I'm leaving. If you say yes, you don't matter more. Don't waste my time. She don't like for me, what's your name? Let me know. Don't waste my time. Baby, come right here, you make me do it to me like a. Give me a spend it out. It's you has a man under. Yeah, it's real, mama, darling. Listen, I really need you now.って感じですね。これは大輝くんが主にメインに振り作ってくれて、ペアはじゃんけん何で決めてんの？ペア何で決めてんだろうね。そこは分かんない。そこはちょっと僕は分かんない分かんないけど、なんだろうね。そうで次が Eyes on Me で、Eyes on Me は絶対花道行きたいねって話をしてみんなで決めて行きました。でなんか誰だったっけ、翔くんかな、翔くんかがなんかドアタバアカペラ足したらいいかもしれないですねみたいな。直で入るのが難しいから、直で振り入るからこの曲が、だからその手前になんかアカペラあってもめっちゃいいかもしれないですねって言ってくれて、でそれでアカペラ足して、 You better keep your eyes on me, yeah. You better keep your eyes on me, yeah. You better keep your eyes on me, eyes on me, eyes on me, yeah. You better keep your eyes on me, yeah. You better keep your eyes on me, yeah. You better keep your eyes on me, eyes on me, eyes on me, yeah. You better keep your eyes on me, you know how to. みたいな感じでした。はい。ですね。でもさ、今思い返したらね、実はね、そのラナウェイラブかラナウェイラブかな、ジャストフィーネット終わりかな、めっちゃ鼻水出てきたんよ。びっくりするぐらいマジで。だからよくね、もしわかんないけど、もしそのこのライブが映像化された時に、もし映像化されたら見てほしいんですけど、よくこうね、あの時ね、こう後ろ向いたりとかしてて、後ろ向いてる時はずっとこうやって「はい鼻水か」ってやってました。マジであれはね、本当にだからはけた時も、ヘアメイクさんとかスタイリストさんに「やばい鼻水止まんない」っつって「ティッシュちょうだい」っつって鼻水かいてました。マジで多分ね、そう体温が温まっちゃって、そうなのよ。そうだからね、ライブあるあるではあるんだけど、実際そうなんですよ。はいって感じです。でベターですね。そうでもあれか、1個目の映像もすごいかっこよかったけど、2個目の映像も僕すごい大好きで、
まあ、今回そのだからチャプターとしてイントロがあって memorable だ思い出とかで chaos to revive っていうのはまあそのいろんなこうまあなんだろうな死からその死から生き返るみたいなで最後はライツ今回のテーマになってるライツがあってで memorable となった時にもうそのセドリはもう決まってたんですよテーマが一個ずつ決まる前に確かだからそれに合わせてテーマのワードは決めたんですけどただその memorable ってなった時にやっぱすごくその闇と光があってやっぱ memorable って部分は僕の絶対的な光の部分だし多分もっとみんなにとっては親しみがある部分だからっていうので今までのこう思い出みたいなみんなにとっても僕にとっての思い出を映像として作ってもらってで音もあれは作りましたねだからあれの音どこ行ったんだあれも好きですね切ないなんかグッてなるドゥッドゥルルッドゥルルッドゥッドゥルルっていうのは実はファイアーワークスの素材なんですよ。でもこの映像最初見た時ねほんとマジで泣いたんだよね確かなんかあと音作りながら泣いちゃったのですよってぐらいなんかすごいいろんな思い出が綺麗にただ輝いて蘇ってよく聞くとねファイアーワークの素材結構いっぱいあってなんか「トゥーウーウーみたいななんかボイスのとかトゥントゥンみたいな音とかも全部これそのファイアーワークスから使っててみたいな感じですね。でベターが始まり、ベターはねもう絶対やるって決めてたのよこのライブが決まった時に。どこでもやってなかったしそのオンラインライブ違うあれだファンミ以降だからファミっていうのはあれねもう2022年のファミねだからもう絶対そうなんか一番こうスポットが当たるじゃないけどさ、あと歌詞の内容もなんかすごい心情に近かったしって感じですね。ベターの衣装ね王子様感ねキラキラしてたしね。これでもさ僕ね1時間ぐらいで終わろうと思ったんですけど多分無理ですねこれね。これ第1回第2回第3回ぐらいしないと多分まとまらないと思うんだけどどうしたらいいのこれって。はしょりたくもないしさね。で次はこれですね。
音変だなと思ったらWhen the fireworks shoots in the sky, I'ma let you know what I got in my mind. So when the fireworks bloom in the sky, I want you to be mine. Tonight's going to be, yeah, yeah. So superでもこれも新しいファミでは披露したアレンジなんですけど、まあ、ちょっとだけ変えましたこれも。はいでこれがあってでラストレターがあって花火綺麗でしたねマジで。なんかいつもアウトロの時は絶対に後ろ見ようとしてて、やっぱなんかその時で花火の見え方も違うし、なんかこうみんなと本当に一緒に見てる花火になるじゃん。だからあの瞬間はすごい大切なんですよね、ファイアワークスのアウトロで。次の曲がラストレターで、これはもう別にあれですけどイントロちょっとアレンジしました。アレンジってかちょっとだけAre we looking at the same sky? これも気持ちよかったなでそうライツアップとかタクシーラストレターまたファイアワークスも一緒には作ってないけど彼がリミックスを出してたりする、その僕が練習生の頃からもう13年友達なんだもう、まあ、レソンって練習生の頃からのもう大親友がいるんですけど、今回のライブやっぱ5周年だから見てほしくてどうしてもで誘ったら来てくれて、韓国からライブのためだけに。で終わった後このちょうど瀬戸り的にレソンもそのなんかファイアワークスの自分のリミックスをサウンドクラウドと YouTube にアップしてて、だからファイアワークスラストレタータクシーっていうめっちゃ俺たちの瀬戸りだったのめっちゃおもろかったっつってて、嬉しかったっつってて、そう僕も嬉しかったです。てかなんか5周年にしてアジアツアーのソウルにも見に来てくれたんだけど、5周年のこの東京でのライブを見てくれたのはすごい嬉しかったですねマジで。横浜での日本でのライブを見に来てくれたのはそうでタクシーがあって、でもねまあなんかその今回リハのそのさっき言った6月にあったチームの初回ミーティングからリハからいろんな打ち合わせからって全部基本撮ったんですよ。であまりにも素材の量が多すぎるから自分で多分これを Vlog にすることはないかな。てかそんな時間はさすがになくって、ぶっちゃけただすごいいい素材というか、そのすごく今こうやってお話ししてるだけじゃなくてよりこう深いところをまあ僕自身見てもらいたいしっていうので、なんかそれもちゃんと映像化できればなとは思ってます。素材くれたらやるけどはやばいだから僕もね今いろんなこうそのステージもみんなでここはセンターステージから出てきてとかっていうのもすんごいいろんな会議してやったりしたからさ、そう話したいことで言うともう山ほどあるんですけど
で、タクシーがありまして、タクシーの次がパラダイスがあって、タクシーもギリギリでアレンジちょっとだけ変えたんでで、あとなんだっけ、何やったっけ、あ、そうだ、こっからそうだ、バンドが入ってくるんだ。そうで、バンドが入ってきますよ、こっから。で、やっぱそのバンドもさ、ビルボードがすごく印象的ではあると思うんですけど、でも2022年のそのファンミーティングで初バンドと、Y 君大輝君と一緒にやったんですね。だからなんかその僕としてはこの5周年のライブって多分それこそなんか匂わせないのみたいに言ってた時に、いやもう全てを振り返るよっていうのはそういう意味でもあったんですよ。だからそのチームノアだけではなくバンドとも一緒にすることで、やっぱその僕のこの5年間の中ではやっぱバンドも絶対的に欠かせない人たちであり、そのなんだろうな、ライブであったから、そうだからで、しかもやっぱビルボードした時にカラーズギンミやってて歌ってて、でしかもなんかリハ音源を使って Y 君と2人で1回だけ踊ったことがあったんですよ、カラーズとギンミを。でもそれが気持ちよくって、これ絶対ね、次もしだからその時で言うと去年だから来年ライブの時に絶対やりたいね、次は絶対バンド入れたいねって言ってたから、だからこのバンドの瀬取りは結構パッと決まりましたね。だからアンサーから始まって、でもアンサーでそのバンドのイントロがあるので、それでジョサイアになんかイントロは結構インパクトある感じ、こういう感じにしたくてみたいな、なんかその最初からドーンってアンサーが始まるんじゃなくて、やっぱそのバンドが最初ちょっとこう出てきてインパクトバーンでなんかこうアンサーじゃないけどアンサーなのかなみたいな感じでインタールード弾いていただいてみたいな、でアンサーにつなげたいんだよねみたいに言って、したらもうめっちゃかっこよかった。マジ1回目最初聞いた時、わーめっちゃかっこいいってなって、これだってなって、でそうアンサーもう楽しかったですね。ドゥンドゥンツクツってバーンってさ、ただ入るだけじゃなくて、アレンジももう4人が作ってくれたので、もう僕は本当リハ入ったらみんながもう作ってたから、うわーみたいな、やばい。でカラーズギンミーやって、相当チームのはもうやばい楽しいですっつって、やっぱバンドで踊るので、ギンミーのゲメ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 バンバーンっていうのの振りとかも改めてカラーズもだけど振りを作り直して、みんながチームのみんなが、でも毎回ギンミーの一番最後のバンバンバーンのところで気持ちいいってなってましたね、本当に。いや生音は本当にでジョサイアみんな大好きだよねそうでチケットもシーズンズもやっぱその会場が大きい会場だから、ちょっとスタジアムな感じでアレンジし直してほしいってお伝えして、で感じになりましたねいやなんか感情が入りますよね、チケットとシーズンズは。いろんな思い出が重なるから。なんかでジャストセイエットはもともとこのライブ準備段階ではなかった。なんかね、新曲をやりたいとは思ってたんですよ。その Eyes on Me でも We Are Ready でもない。でしたらこの曲が生まれて、夏の前に、夏始まりぐらいかな。でジャストセイエット作りで、アレンジもすごいこう、もともとこの曲って実は僕流したことあったかな、なんかねほんと作ったのはもう1
1年前とか1年前とかに作った曲なんですけど、これを今回ご一緒に作った清樹くんと沢原くんがアレンジをもう一回してくれて、アレンジしてくれて、もともとそのトラック的にはサビしかなかったんで、サビのだから僕がもう今もあるそのメロディーと歌詞しかなくって、そこに2人がこう一緒にバースと曲のアレンジも一緒にして書いてみたいな。だからすごいこれはもう絶対バンドセクションの時にバンドでやるべき曲だと思って一番最後でやりましたね。いいよね、ジャストセイエットもすごいなんか僕はこの曲が、夏の間ずっと個人的に聴いてたとか作ってたからさ、なんかすごいいろんな夏の思い出が蘇る曲だなだし、もしも僕が君ともっと向き合っていたならきっとその目は今でも澄んでた。もしも僕があの日そっと君の手を握ってたならずっと二人同じ景色を見えてたかな。本当はまだから入れて声に出して息止めたり、いつもそれを言う自覚が僕にあるのかわからない。だから最後に教えてよ Just say it, it's okay. You wanna go, wanna stay. I won't stop you, I just want you to be happy. Just say it, it's okay. You wanna go, wanna stay. I won't stop you, I just want you to be happy. って感じですね。でこれが終わり、次はこれチームノアリミックス。ここはねほんとね深夜連の一発目にみんなで作ったものたちですね。で今回どっちが先だったんだろう。一旦瀬戸りの中で今回歌ってない曲をこのチームノアリミックスで、使いたい。でBe Ready があるからすごい今までみたいにこうがっつりグワッと踊るよりかはちょっとこう余裕のある感じだったり、ちょっとこうなんかクールな感じで、僕個人的にWe Are Ready がやっぱ JRBY を代表してる曲だから、チームのリミックスの時に8人で踊るセクションと女の子だけが踊るセクションが絶対にあってほしいと思ってたから、それも最初の方でみんなに伝えてて、でじゃあこういうのがいいかなとか、実際みんなにもこういうのどういうのと踊りたいとかっていうのでやってて、でちょうどプライムと YPOM がハマったからそれを元にリミックスを作って、で YPOM のリミックスを作った時に YOSHIKI さんにお聞かせしたら、すごいなんか雨の音が合いそうだねみたいな、傘とかいいんじゃないみたいな、傘使ったらすごい面白いかなって言ってくださって、でそれは新しいなと思って、でそしたらプライムもちょうど傘がすごく合う曲だから、なんか傘の振りというかで傘を使って、で YPOM も雨の音も足してっていうでしたら、なんかじゃあこのままこの流れで Be Ready をみんなが傘さしてて、そこに僕が隠れて出てきて始まる、めっちゃいいなこの流れってなって、みんなと話して、でもうみんながその深夜連の一発目の時だから傘の振りを作って、でその時もこれも今映像がないからあれなんですけど、プライムの時とかは結構誰かが真ん中に来ることがあるんですけど、基本誰かが真ん中にいる時の人がそのパートの振りを作ってたりとかするから、すごいそれぞれの個性がめっちゃ見えて、すごい作ってるの見てて面白かったし、でなんか僕はみんなが踊ってるのを見ながらチームの振り作ってるのを見ながら横で
ずっと音作っててみたいな。で傘の振りやってんの見てたら、この傘のこうなんかさこう傘、傘じゃなくてもこうやっぱ動くとこう音するじゃん、こうシャッみたいな。これをその音をもう入れちゃったらどうなんだと思って、でそういう音も入れたりしてます。だからこれ好きですね、個人的に。What am I supposed to do? Oh, it's over. 好きですね Cause I'll be みたいな感じです、はい、で次は YB 読みですね。I want to talk to you. Not now, later. No, now. Tell でここからまあビューウェリに us what you can do without us. 지난이 와도 that I get right. Just give us some time, make us all. この世界を動かせる like a fighter, fighter. We gon' fight for you or die. Louder, louder. これを I get to say what? Feel better, feel better, yeah, yeah. Feel better, feel better. Did you tell us what you fight? We gon' fight for you or die. Louder, louder. Oh, I get to say what? Feel better, feel better, yeah, yeah. Feel better, feel better. Yeah. はい、これは僕と JRBY が一緒に書いた曲で、振りも今回メガダンサーを入れながらも JRBY が振りを作り直して構成を作ってくれた感じでございます。いや本当にマジでかっこよかっためっちゃ好きですね。本当にマジで今回チームノアがすごい制作をめっちゃ一緒にしてくれて、本当にその僕も最初に言ったんですよ。本当に今回のライブは本当にちょっと一回自分もだし一回ちょっと本当に切り替えて、これは本当にやりきんなきゃダメだから、お願いだからみんなの力をくださいと、助けてほしいですみたいな、ちょっと本当にこれは一緒に乗り越えようっつって作ってって感じでしたね。なんかそのなんだろう、そのこれは、みんなにも直接伝えたんですけど、やっぱチームノアのメンバーに対しても僕は本当にただダンサーとは思ってなくて、本当にもうアーティストというか、やっぱその一人一人がみんなそれぞれ才能がすごいし、実際に自分もこうみんなのショーケース、ダンスのショーケースを見させてもらう中で、みんながその作るもの作品が
やっぱすごいから、だからこれをどう自分と融合させられるんだろうとか、どうその力を僕は逆に引き出せるんだろうとかっていうのはずっと考えながらやってたんだけど、なかなかそれがこうなんかちょっと難しかった時はあって、ただ今回なんかそれを本当にみんなも全力でその部分をこう出してくれたし、全力で挑んでくれたから、だから本当にみんなの才能があってこそって感じでしたね、本当に。まああと何よりもチームワークが本当にいいから、なんか本当にこのチームのこのメンバーだからできたことなんだろうなって、このメンバーだから皆さんにこう見せきることができたんだろうなとはすごい思いますね。まあ、本当にあとそれぞれがみんなちゃんと愛を持ってやってるから、それを僕も感じて、やっぱそこはしっかりってなったし、僕もみんなにねしっかり愛を届けなきゃと思ってやる中で、だから本当になんかみんなをなんか本当チームのだから終わった後も直接言ったんですけど、本当にマジでみんなが大好きだし、みんなじゃなきゃこのライブは作れなかったから本当にありがとうって言って、そうで YOSHIKI さんにも、自分がデビューする前に YOSHIKI さんに僕絶対にそのなんかダンサー、そのなんかいわゆるそのバックダンサーっていうバックっていう言葉が僕大嫌いでつって、絶対にそのダンサーと何かこうクリエイティブもできてチームになれたら、チームになりたいんです、そのチームメンバーを集めたいんですって YOSHIKI さんにお伝えして、だから YOSHIKI さんが今回のライブ終わった後の本当にチームになれたねって言ってくださって、それがすごい嬉しかったですね。YOSHIKI さんにそう言ってくださったのもそうだし、実際に自分の本当に周りにそういったチームメンバーがいることも、またそのチームをこうやって楽しみにしてくださってるファンの方たちもいっぱいいて、僕たちが作るものを楽しんでくださる皆さんがいらっしゃることがすごい幸せですよね、本当に。だから本当にみんなには感謝の気持ちでいっぱいです、本当に。はい。でその後は SE があって、この SE もすごいナレーションも取り直したりしてやり直したりして、すごいよりこうもっとちょっとこう暗いディープな部分を触れるような映像と音になりましたね。まあそのくらい僕にとってのこのバーンの意味を表したかったから、そう本当の苦しさみたいなものを表現したかったんで、目かゆい。びっくりした。おっこれはでもあれです。だからフォールツアーの時と同じステップバックとちょっとリミックスさせてるアレンジ。気がついた
あ、そういうことか。ちょっと待ってね。僕ね、これ切れちゃうってことじゃん。あ、大丈夫、いけてんじゃん。あ、おー、危ねえ。はい、って感じです。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい、で次がマルチバースです。目に映る世界には相変わらず日が差していても曇り空だらけの days It's getting blurry yeah, yeah 散らばっているパズルピーセスかき集め Get reminded 何のために走るのか不確かでこれはいろんな説があったんです。それもそのステージのことで、まあ、そのはけれるはけれない問題とかもあったりしていろんな案があったんですけど、そのマルチバースをやるにあたって、まあファンミに来ていただいた方はその2番1番でワイダイキが入ってきて2番で正吾水木が入ってくるで最後みんなで踊るっていう、パターンと有明再来パターンと有明再来逆パターンっていうのもあって、僕が先に花道に行ってその花道に行った先で JRPY が来るのを迎え入れるっていうパターンもあったんですよ。なんですけどまあやっぱ自分のその感情だったりだとかいろんなことも含めて、まあそれは実際に絵的にも綺麗なのはやっぱ先に JRBY とファンの皆さんが待っててそこに走っていくっていうのがやっぱすごくまあやっぱ自分のこう素直にやりたいことだったので、まああと花道があるって時点でもうなんか絶対マルチバースするんだったらやっぱそうだよなってなって、これもだから JRBY とずっと悩んでどうしようみたいな、どっちにするみたいな。でもやっぱそれも一つ5周年のね、みんなにとっても多分有明やっぱマルチバースってすごいみんなにとっても有明のイメージすごいあると思うから、だからなんかそういった意味でもみんなもその瞬間を見た時に有明のことも思い出すだろうしいいなと思ってそう有明パターンにしました。いいよねマルチバース。ちょっと泣きそうになったんだよなこの時。でも実は走ってって大輝くんなんかみんなが笑顔で最後目合ったのが大輝くんだったのかな。なんかね泣きそうになったんですよねこの時。なんかでも今回さわかんないんだよ。なんかねなんかこうすごいいいことなんだけどこうやって曲聴くとまあライブのことを思い出すじゃん。で思い出したらなんかねすごいこうなんか楽しかったなとかじゃなくてなんかこうすごいいい
全くネガティブなものではないんだけど、すごいポジティブなものなんだけど、感動してるからなんだけど、すごいこう奥深いところでなんかってなるんだよね。なんかすごい、しかも今もこのパートを踊ってた舞台のステージで踊ってた時のことを思い出して、なんかってなった。なんかすごく嬉しくもあり悲しくもありみたいな、なんかね、感情がぐちゃぐちゃなんだよね本当に。でその後ライツアップですね。でこのライツアップもこれはもう GM 終わった後に多分一回ねウィバースで僕流してるんですよ。でもうただ本当に遊びで作ったからって言って、ただやっぱ今回これのライツってライブを作るにあたって、なんかもし色があるとしたら原曲のライツアップの色はちょっと違うのかなと思って、やっぱその闇っていうテーマがあって、闇の中に光が差すってなった時に、なんか自分の今の気持ちだと原曲のライツアップが曲としてはすごく好きだし素晴らしいんだけど、明るいその光の部分をやっぱ強調させて作ったからこそ、その光の部分しか感じられなくて、だからやっぱこう闇の部分、闇があるからこその光っていうところではこのアレンジがすごくぴったりだなと思って、でこのアレンジにして、で大輝くんに振りを作り直してもらってやりましたね。Let's leave for the lights up. Neon like sun. You're like sunrise up. Like sunrise up.でこの後もアレンジはあれかないのか。はい、でその後はそうでもライツのね SE の映像も会場とリンクさせたら綺麗ですねとお話をして、やっぱり最終的にその闇の中でも自分が闇にいたとしても、どんな時もやっぱこう光を照らしてくれてたのは皆さんですっていうのをやっぱすごくメッセージとしてお伝えしたかったので、ライツアップの手前の映像はああいった形で映像を作っていただいて、で実際に会場でもペンライトと、一緒に映像とリンクさせてすごい素敵な感じになりましたね。めっちゃそうSE がマジで今回も良すぎた。嬉しい。演出は誰が考えた？でもみんなじゃない？みんな伝えだけど、それこそ映像チームの VJ のいつも後ろの映像作ってください VJ のリークスチームだったり、あと監督の五十嵐さんだったり、もうとにかく皆さんでずっと打ち合わせしてたので、その中で
皆さんと一緒に作ったアイデアでしたね。本当にペンライトの演出はでもやっぱ今になってねコントロールさせていただけるペンライトになったから、そこはめっちゃ綺麗ですよね。だから僕もいろんなアーティストのライブ行きながらこれいいなとか、これのペンライトの動き方やりたいなとか、いろいろとこう勉強させていただいては、はい、今回ちょっといろいろ反映させてもらいましたね。でそして何だっけ、アンコールか。そうでアンコールはもうなんか何のタイミングかはでもね多分セトリ決まった時にもう決まってたんだよな。なんかそのいつも僕がライブ中 MC でこう少しこう長めにお話しさせてもらう時があるじゃないですか。あれをなんかやっぱ僕ああいうの伝える時って事前にあまりその決めてないというか、本当にそこで言ってしまえばある程度こういうことは伝えたいというのは決めてあるけど、それを全部こうなんていうの書いてそのね覚えるかのようにはしてなくて、ただこうやっぱポイントで覚えてその場で感じたまま言ってるから。だから今回のライブに関しては何かこうどこか言い逃したくないからこそ、もう映像にして皆さんに聞いてもらいたいなと思って、ああいった映像を撮らせていただいて、でなんか5年前の自分、普通だったら多分5年後の自分にメッセージ書いたりすると思うんですけど、なんか僕はあえてそこを5年前の自分に伝えてあげたいなって。なんかやっぱその5年前の自分がどうしても今の自分は想像できないぐらい、とにかくすごくこうまだその何だろう、何にも慣れてないのに始まったらいろんな矢がこうブワーって飛んできたかのように現実の怖さと対面したから、20歳の自分にはいろいろ結構きつすぎて、だからそんな自分に5年後の自分が言ってあげられる言葉ってなんだろうってなって、その5年前の自分宛てにメッセージを書いたんですよね今回。でその裏エピソードって書いたけど、その映像を撮るにあたって最初は普通にこの感じでこうやってなんか喋る予定だったんですけど、ただそれだとさっきも伝えた通り、何か自分が言いたいこと一つでも二つでも、言えなかったら嫌だなと思って、これちゃんとお手紙に書いて、そのお手紙を読むことにしようと思って、でその日にライブの皆さんが見た映像をバーって一日中全部撮ったので、だから僕がもう自分がもう書いてたので、その5年前の自分へのメッセージを、それを手紙としてマネージャーが書いてくれたんです、紙にね。でその手前で僕が一旦ちょっとこういう流れだよっていうので、自分が書いたメッセージと、あとその裏でこの音を流そうと思っててっていう、そのライツアップのバラードバージョンを流そうと思っててつって、で音流しながらその画面上で僕が書いたメッセージを見せたんですね。そしたら 1,2 行ぐらい読んだぐらいでなんかもう泣き始めて「ママさんこれ無理です」みたいなみたいな、もうまだ 1,2 行しか読んでないよねみたいな。
そうでもすんごい泣いちゃって、なんかすごい嬉しい、これダメですよっつって嬉しかったですね本当に。だからなんかこのなんだろう、自分にしかわからないというかさ、自分が感じたことだったから、これを別にこう誰かに共感してもらいたいとは思わなかったんだけど、どこかでこう重なるところがあればそこで共感してもらえたらなと思ったんだけど、でもすごいこう実際にライブの後も皆さんが送ってくれたメッセージを読んでると響いてたっていうのがすごく嬉しかったですね。でこれもでもレソンが作ってくれたんですよ、バラードバージョン。前にもうなんか2020年とかに。でそれをたまたまライトアップの今回だからリミックスバージョンが本編の方であったから、それを調べてたんですよ、聞きたくって。そしたらたまたまこのバラードバージョンっていうのが出てきて、これなんだっけと思って、そしたらめっちゃいいってなって、でこれお手紙読む時に後ろで流したいなと思って、そうこれも好きなんですよ。いやでもなんかマジで本当にそうね、なんか終わった後のみんなのメッセージ読んでて、なんか本当に改めてあんまり自分がこうみんなに全てを見せてるつもりで全然見せきれてなかったんだなと思って、だからノアナの皆さんがこれからもノア君が闇にいる時でもノアナは絶対ノア君の光になるからねって、闇にいる時もどんな時も支えたいって言ってくださったのが終わったとすごい嬉しくって、なんかそうね、なんかうまく言葉にはできないんだけど、本当にこのお手紙でも言った通り、やっぱ楽しいだけじゃやっていけない時もすごいやっぱあるんですよ、正直。いろんな現実的なことがあるし、で今はそれをこう25になって5周年を迎えて、少しは自分の中でこうコントロールというか乗り越える力は確かにつけられたんだがやっぱ試練っていうものは同じ試練がやってこないからさ、やっぱ似たような試練でもちょっと違ったり全く別方向から来る試練もあったりするから、まあそれを乗り越えるためにはやっぱね、いろんなこうさ、やっぱ自分を削るというかって中で、でもそれでもやっぱね、20歳の時は1週間目でやめたいって思うのもどうかとは思っちゃうけど、でも今はやっぱ何が何でもこの音楽を
ずっと届けたいって思うし、何が何でもライブをしてみんなとああやって共にする時間っていうものが永遠であればあるほど嬉しいなって思うから、だからデトライトの歌い終わりに最後言ったように、またこれから5年間もっともっと届けるし、もっともっとそういった時間みんなと作りたいから、だからそれだけは本当に約束したいな。すんごいなんか言葉にするって本当に難しいし、それをみんなの前で伝えるのって難しいことなのに、しっかりと現実と向き合ってくれて、たくさんの経験して辛い時もあったけど、それを共有してくれたからこそ今のノア君がいて、本当にアーティストを続けてくれて本当にありがとうって感謝し、感謝の言葉だけでは表せないから、これからもノアとしてどんな時もどんなノア君も全部受け止めて支え続けたいと思って、本当にありがとう、大好き。いやー嬉しい、本当に。なんかそれは本当に僕も同じくです。どんな時ももちろんさ、なんだろうな僕はやっぱこう曲をお届けしてるからさ、みんなのそばにはいつだってその曲たちがあって、だから本当に僕が今まで辛かった時にみんなの存在に助けられてたように、これからも僕が届けていく音楽がみんなのそばで支え続けてくれることを本当に心の底から願ってるし、またもちろんさ、辛い時だけじゃないから、楽しい時もどんな時も何かその曲たちが皆さんと共に思い出の一部になればなって思って、これからも続けたいなってすごい思ってます今。だからこれから何が起きるかわからないしさ、実際自分もねどこにいるかもわからないし、でもどこにいたってどんな時だって届ける先は皆さんだから、そこは変わらず信じてほしいし、ずっと共にこの旅っていうものを続けられたらなって思ってます。はい。でだからチケットじゃないとアンコールのビデオがあって、でレッドライトじゃないな、パープルスカイがあって、パープルスカイにしたのも以前にそのサニーさんがとご飯食べた時に、それこそこのライブの準備中かな、ご飯食べた時にノアはみんなにとってどういう存在になりたいのって聞かれたことがあって、で時にって率直に思ったのが、みんなにとって空みたいな存在になりたいなって。やっぱ自分自身ががすごく好きなのもあるし、空を見て癒される時もあればいろんな感情になる時があって、その空の景色がその時の思い出の一部となってたり、
だからまたその似た空を見るとその時のことを思い出したりとか、なんか永遠と忘れない、同じようで永遠と忘れないものだなっていう、なんか僕は空に対してそう思ってるんですね。だからまああとどこにいてもさ、この世界中どこにいても空は絶対にあるし綺麗だし、だからなんかその綺麗は別になんだろう、見て感動する、そういった気持ちになってもらえたらなって。まああとその空だけ見るとさ、なんかこう離れててもやっぱ同じ場所にいるんだなって思えるし、だからなんかそういった自分が空に対して思うことを、この感情みたいなものがやっぱすごく素敵で綺麗だから、なんかみんなにとっても自分自身もだし、自分が作った作品たちがそういった存在になれればなって思って、で手紙の最後にもみんなにとって空みたいな存在であり続けますようにって言ったんですね。だからってなればもうさ、それをもっと代弁してくれる曲がもう僕にとってはパープルスカイだったから、だからパープルスカイをアンコールの1曲目にしましたね。でこの後はビトゥインと、メリーゴーラウンド客折りしましたね。客折りしてマジでおもろかった。それこそレソンとウギさんとロッコさんもいて、でその手前に確かシュートとレイジ君もいて、なんか謎にめっちゃそこだけすごいなんかうわーってやってて、うわなんかまあそのさ、やっぱ歌いながらも僕は絶対その2回3回もあって、やっぱこう上のファンの人たちが唯一ちょっとでも近くなる時間タイミングだからさ、こうできるだけやっぱこう遠く見てバーって手振ってて、でやってる中でちょっとこう目線を下ろした時になんかすごいこううわーってなんかすごいうわーってなってるなんかあるなみたいな。でよく見たらレイジ君めっちゃあって笑ってて、めっちゃおもろかっためっちゃおもろかったマジで。でもそれこそレイジ君の話になると、終わってからもう挨拶した時にめっちゃかっこよかったっつってくれて、マジで最高だったっつってくれて、僕のライブを実際に見に来たのも初めてだったので、まあ、シュートもすごいめっちゃかっこよかったっつって、新曲全部好きって言ってくれて、嬉しいってなって、で終わった後もレイジ君がもう本当にすごい、もう本当にすごい、まあちょっとレイジ君いたら恥ずかしがあるかもしれないからあれだけど、でもものすごいもうほんと長文のメッセージをくださって、とにかくこう感動したし、ノアのこうねアーティストとしてのこう今まで5年間こういうことがあったんだなとかっていう中ですごいこういろんなことこういうふうに思ったよとか、ライブこう見ててこういうふうに思ったよとかって、本当にノアがすごいもう素敵な人なんだみたいな風に言ってくれて、めっちゃ嬉しくって、そうだからなんかマジで大好きな兄貴だなと思いましたね。本当にすごい嬉しかった。あんな風にやっぱその同じさこうお仕事をしてる中でああいう風に感じてもらって、ああいう風に素直に伝えてくれるってすごく素敵なことだし、
嬉しかったです。そうでしたね。で、まあそうメリーゴーランドがありまして、でハイウェイがあって、でレッドライトですね。せっかくだからレッドライト流しますか。そうでレッドライトのこの実は最後みんながさ「行かないで!」っつってくれたじゃん。行かないでっていうっていうかその最後の終わり決めてなかったんですよ実は。ハイウェイ終わって、ただハイウェイ終わったら一旦そこでもう今回はもう終わりです。だからもう一曲やりません。もう一曲はないです。ハイウェイだけで終わりますっていうので締めようっていう振りをしたかったからやったんですね。だからそのレッドライトまでどう持っていくかっていうのはあまり考えてなかったんですよ。考えてなかったっていうか本当は吐き切んないでもうなんか吐き切ろうとしてる時に音が鳴り始めるぐらいのタイミングだったのかな。したらまあこうはけていく中でジョサイアとひとみさんと目が合って、なんかわかんないけども吐き切った方がいいみたいななんか謎にそういう戻った戻った。疲れたよ。戻った。なんか吐き切ったらちょっと吐き切りすぎてすいません、ちょっと行き過ぎちゃった。戻ってきました。すいません。充電ってやつです。ごめんな。充電切れちゃった。充電してたんで充電しながらやってたんだけど充電切れちゃった。すいません。マジで今日ずっと充電しながらやってたんだよ。だってちゃんと充電させてケーブルさせてやってたのに、なんか気づいたらなんか途中で急になんかマジめっちゃおもろかった。喋ってていや吐き切ってって言った時にもう画面真っ暗で自分の顔バーンって見えていやーすいませんね。本当に吐けちゃった。ごめんね。で話戻るとレッドライトか。そうだからそれで吐き切ってなんかなんとなく吐き切った方がいいんだろうなと思ってこうひとみさんとジョサイアのなんかわかんないけど別にそんな話もしなかったんだけど吐き切ってしたらあれさ記憶ないんですよね正直。ただ行きたくないなまだ終わりたくないなって言った時に行かないでって言ってくれたんだよねみんなが。でそうだでいやノアナの声もずっと聞こえてたよ。ずっとライブ中マジでパープルスカイの歌ってくれたのも聞こえたし、そうで行かないでって言ってくれてそう始まりましたね。いやなんか行かないではさすがに行かないでって言われたらもう絶対どこにも行かんわと思った。本当に絶対どこにも行かないよと思った行かないでは行かないで What can I say まだ上ついてまだよく言えない赤になるまでのカウンター下が痛くない
でその後そう音がね一番最後のさみんなでクラップしてで本当に最後のサビで特攻がバーって出てきてさ花道に走ってくじゃん。なんかねあのぐらいからやばい終わる本当に終わるって思っててで今だから言うんですけど僕前日に喉を痛めちゃったんですよこの9月13日の前日に。で本当に喉が痛くってだからすぐ病院行ってでお薬いただいて飲んだりしてで本番の日も会場リハしてる時とかもできるだけ歌わないようにしてたんですね。歌わないようにもしてたし歌っても喉が痛かったりしてたからだから本当になんかもう最後の最後にしてなんで俺ってこうなんだよってめっちゃ自分責めちゃってとにかくすごいなんでこんなにもみんなで作ったものがあってだからこのライブをするにあたっても実際になんかもうみんなが最高のものを作り上げてくれてあとはそこに自分の声と自分がそこにハマれば一つの大きい絵ができるけど自分がそれを果たしてちゃんとできるのかっていうまずプレッシャーが半端じゃなかったんですよ今回のライブ。なのに喉をやっちゃったからもう俺本当にやばい本当にもう本当バカだってめっちゃ自分のこと思っちゃってでもう本番前もうできることを全部やったんですよ。マヌカハニーとかいただいてたお薬もだしでやったら不思議と本当にアドレナリンで痛みが始まった瞬間もうさっきの痛みは何だったってくれてなくなってでやっててただ正直自分の中ではこの喉のコンディションじゃなかったらもっとうまくできたなとかもっとこうできたなとかはあったんです。ただそれでも自分のできる最大のあの日できるパフォーマンスというか喉は頑張ってくれたなとは思ったんだけどこのレッドライトの最後走ってってさここで走ってってでウェルメネとかウェライとかやってる時も結構喉がやばい限界だってなっててでも本当にこうパープルスカイの喉が枯れてもって歌詞じゃないけどなんか本当にもうこれでもう俺枯れ切ってもいいからもう一旦全部自分が今出せる声出そうと思ってめっちゃやったのはすごい覚えてます。でやってでなんかねでも本当に歌い終わってありがとうございますって言った時も言いたくなかった正直。なんかやっぱ自分がさこのライブに対してこう費やした時間がすごく長かったしすごくこれは実際にY 君とかにも言ったんだけど自分がすごいこうやっぱ敏感だからこそすごいこういい時も悪い時もあってだからすごいこう変に気を使わせてしまうようなこうね多分自分がすごいなんだろうなこうこう感情のアップンダウンも多分すごいあったしとにかくなんか今までのライブとは違って体力も精神的な部分もすごくこうやっぱとにかく全力で費やしたライブだったからなのに実際ライブが始まってしまうと一瞬でふわっと終わってでこの5周年ライツっていうライブはもう自分の人生で二度とできないライブだからなんかもちろんみんなと作れた思い出もあるし
でもその終わってはけて舞台袖行った時になんかいろんな感情が湧き上がってきて、そこでうわーって泣いちゃって、で泣き始めたらもう止まんなくって、でバンドの演奏がバーンと終わって、でジョサイアが降りてきて、ひとみさんみんな降りてきて、またバンドメンバーの顔見たらまたそこで泣けてきちゃって、なんかそれは多分本当に自分がものすごくこのライブが楽しかった、幸せだったってことが一番のあれなんだけど、ただその手前にやっぱこのライブを通して自分がファンの皆さんに本当にこの5年間こうやって皆さんと共にできたことも乗り越えてきたことも全部本当に皆さんが存在してくださったおかげです。皆さんにちゃんとこのメッセージが届きますようにっていう思いでこのライブを作ってあの日ライブをしたから、なんかその一瞬で終わってしまったことに対して自分が本当にちゃんとこのメッセージが届けられたのかなってすごい急に不安になっちゃって、なんかめっちゃ怖くなっちゃって、でそれでもう涙がすごい出ちゃったんですよね。そうでもさ、その、バンドメンバーも来てチームノアもいて、でもう僕がそのチームノアの前で泣くことなんか一回もなかったから、でなんかもうみんなもこうもう本当にどんどんドミノみたいに泣いてっちゃって、でちょっと舞台からはけましょうとはけてしたら、はけたらその裏でメガダンサーの子たちが待っててくれて、そのメガダンサーの子たちもさ、そのやっぱびっくりしてたんかな、なんか泣いてるみたいになってて、で僕もなんかちょっとこう今ずっと泣いてるとあれだなと思って、本当にもうこんな状況本当にみんな最高でした、ありがとうございましたみたいな、マジで最高でしたっつって伝えて、で写真撮ろうってなって写真撮って、いやそれでもなんかもう涙が止まんなくって、ずっとあの時なんで涙が止まらなかったのかは自分でも未だに分かんないんですけど、ただほど涙が止まんなくって、でもうわーってなってたらサプライズで皆さんのメッセージ書いてくださったのがあって、でもうあれ見てまた大号泣いやもうね、メッセージフラッグあれはずるいよ、本当にあれはずるい、マジで宝物だね、本当に。いや本当にだから幸せだったな、最高でしたいやマジ本当に終わった後こういろんな方と挨拶する中でも皆さん本当すごい良かったって言ってくれて、すごいこうめっちゃ良かったですねっていうか、本当すごい良かったよって皆さん、はい、ごめんなさい、本当ごめんなさい、本当にごめんなさいね、本当にごめんなさい、本当にちょっともういつまた切れちゃうか分かんないんで、また次回それこそ Vlog 皆さんが撮ってくれたのまた
あげたりじゃない見る回しますんで、その時にまたちょっともうちょっとまたその時で振り返ることがあったら振り返りしたりお話しします。はい。なんで本当にごめんなさい。でまたちょっといつ切れるか分かんないから先にお伝えしておくと、次はもうビルボードとホールツアー決まってます。でホールツアーとビルボードに関してはすでに今頭の中でこういう風にしたいみたいなことがあってですね、これをもうまたこっから、みんなと一緒に作り上げていきます。でまたこのホールツアーもビルボードも去年とは全く違ったビルボードになると思うし、ホールツアーもまたすごく新たなものになるんじゃないかなって今僕が想像してるものはそうなので、マジで楽しみにしててください。本当にまたこれすごいことになるんじゃないかなって思ってます。どちらもビルボードもホールツアーもなんで、ぜひ楽しみに待っていてください。お願いします。はいって感じです。またね本当に今回のこの913の、9月13日にあったライツというライブもね映像化できたらというかできるように動きますんで、あと曲もこれからもっともっとたくさん、いっぱい出ていくように頑張りますんで、楽しみに待っていてください。お願いします。またちょっと次やる時もそうね予告しますんで、待っててください。またちょっと今日はねなんかいちいちプチ切れてしまって申し訳ございません。でも本当にまだね話足りないです正直。本当に噛みすぎることになっててかもっと早くまたみんなに会いたいなって心の底から思ってます。なんで皆さんもまた会える日を楽しみに待っていてください。ではではまた会いましょう。Thank you so much for watching. 네, 많이 봐주셔서 감사합니다. 또 이제 공연도 와주셔서 너무 감사해요. 진짜 너무 감동이었습니다. Thank you so much for coming to the show. Yeah, it was blessed and I mean, big club, really. Thank you so much. 本当にたくさんの方に来ていただいてとても幸せでしたし、本当に一生もんでした。ありがとうございました。ではではまたすぐ会いましょう。おやすみなさい。皆さんも風邪には気をつけて。ではでは。Love you all. Bye bye. Good night. Bye bye. なんか場所またね。おやすみ。